はい、今回はこちらの電動ウィンチを使ってガントリークレーンを作っていきます。門型のクレーンですね。で、こちらの電動ウィンチはワイヤー1本だと300キロなんですけど、ワイヤー2本をU 字に通すことによって600キロまで持ち上げられることができるそうです。で、どんぐらいのサイズをつくかというと、ここのね工房実は3メートルぐらい高さがありまして、それぐらいの、ガントリークレーン作ってもいいんですけど、それ作っちゃうとあそこのねドアからね出れんくなっちゃうんですよね。せっかくだったらドアも行き来できるようなガントリークレーンにしたいと思うんで、今回は伸縮式のガントリークレーンを作っていこうと思います。こちらが今回制作するガントリークレーンですね。僕が設計しました。このまま作ってみてもいいんですが、600キロっていう重量物を吊り上げる機械になりますので、もし万が一ねなんか壊れたりしたら怖いということで、今回はフュージョンの機能の一つであるシミュレーションの中の静的応力、こちらを使って解析していこうかなと思います。これが本当に600キロに耐えられるのかっていうところですね。で、このシミュレーションにはいくつか機能がありまして、電子デザインの冷却とか熱応力とか破壊試験かな、これはあとシミュレーション射出成形のシミュレーションなんかもできたりします。で、こちらの機能はですね、無償ユーザーは使えないんですが、有償ユーザーであればフレックストークンという、ポイントみたいなのを購入してもらって、そちらを消費することで使える機能になります。で、あとはですね、シミュレーションのエクステンションというサブスクも用意されてまして、それをに入っていただくと、使い放題みたいな機能になっています。ただですね、ここで朗報なのがですね、この静的応力、こちらに関しては有償ユーザーであればトークンの消費なし、ポイントを使わずにもう使い放題の機能となっておりますので、皆さんでもぜひ使ってみてください。で、今回こちら使用していきます。スタディを作成で、使い慣れてないので正直間違ってるところがあるかもしれないんですけど、ちょっとご了承ください。で、上に見慣れないアイコンがいくつか並んでると思うんですが、基本的に左から順番に設定してあげれば解析することができます。で、まずこのスタディっていうのは今選んだ静的応力っていうところですね。ここなんでもう触らなくて大丈夫です。あと単純化っていうのは、モデル内に不要な面とか、があれば削除していただけるところですね。あとマテリアルが、材質のところになりまして、今回、デフォルトで鋼に設定されてます。デザインから引っ張ってきてます。で、ここがですね、いくつかね用意されてまして、たくさんの種類があります。プラスチック系とかね、 CFRP とかピーク、チタン、アルミの中でもね5000系とか6000系、7000系、あとはステンレスとかナイロンとかいろんな材質がね最初から入っています。今回鋼で問題ないのでそのままいきます。で、静的応力は高速が必要なので動かないように固定しないといけません。で、これ押します。で、どこを固定するかっていうところで、これキャスターに見立てたものなんですけど、これ曲面なんでこことここを固定してあげます。キャスターがついている台ですね。で、固定ができたらあとは荷重をかけていきます。どこに600キロが加わりますかっていうところなんですけど、今回ガントリークレーンなんで、この柱の下、ここにマイナス6000ニュートン、約600キロの荷重を加える。かつ今回は重力も完備しないといけないので、重力荷重にチェック入れて重力も加えます。で、あとはですね、自動接触っていうちょっと接触を設定してあげる必要があって、要はこれひっついてるけどひっついてないみたいなことになってるんですかね。それを自動で生成してくれるので設定してあげます。もうね順番にやっていってるだけなんで、はい。で、あとはここ飛ばして、メッシュの設定とかできるんですけど、ここ一回飛ばして、この管理っていうところの設定の合体モード解除、こちらにチェックを入れると、解析ができます。さっきねここ赤だったんですけど、今黄色に変わったんで、こちらで解析することができるようになりました。はい。で、解析ポチ。今回のシミュレーションだったら本当に1分もかからないぐらいでできるんですが、メッシュが細かくなったりとか計算する内容が複雑になるともう少し時間がかかったりする場合があります。はい、解析が完了しました。最小の安全率が 4.06 ということで、だいたいこういったものは 1.5 から3で設計されているそうなんで、問題ないかなと
でこれねすごいここ変形しちゃってると思うんですけど、実際こうなってるわけじゃなくて、変形スケールってところで分かりやすいように誇張されてるんですね、わざと。でも実際ってところにやってもらうと、全然ね変形してない、ビビたる変形になっているのがお分かりいただけるかなと思います。これをね5倍とかにするともうめちゃくちゃなものになったりするんで、ここね気をつけてください。実際はこれぐらいです。であとわざとね分かりやすく、2倍ぐらいにしますけど、いろいろ他にも機能があって、アニメーションで、変形具合を、見ることができるんですね。正面からもういいかな、はい、で再生すると、はい、こんな感じで変形していきますよってことが、視覚的にねすごい分かりやすく、見れたりとか、これ今安全率ですけど応力っていうところを押してもらうと、どこに一番応力が変わっているかとか、そんなことがね分かったりします。あとは変異とか、反力はないか、こんな感じでいろいろね、分かりやすく見れるので、ぜひ皆さんも使ってみてください。ガントリークレーンで使用するキャスターを購入しました。なかなかいいですね。ちゃんとしてる。ブレーキもねついてます。木ネジ、これは使えないな。やらかしました。今回は全部溶接で作るんじゃなくて、一部ボルト組み立てをねしようと思ってまして、各パイプに穴を開けてたんですけど、ボルトがねこう両側通るんですよね。入り口と出口があって、ボルトがまっすぐ通らないといけないんですけど、穴が入り口と出口で傾いて斜めに、両側からね開けてるんで傾いてしまって、ボルトがまっすぐ通らないっていうことが起きちゃいました。でもう修正はねしたんですけど、こんな感じで長穴になってます。丸穴を楕円にする加工ってエンドミルとかを使えば比較的簡単なんですけど、ボール板とかドリルを使ってやろうとするとかなり難しい加工になります。で今回はロウソクドリルというものを使って加工しました。で修正前どうなってたかというと、穴がねあります。両側から各パイプに穴を開けて、それの同軸度がある程度出てないとボルトが通らないということになってるんですが、僕がポンチ位置をねミスってしまったので、2ミリほどこうずれてしまっています。なのでボルトを通しても通らないということになっていました。なのでそれを楕円にすることによってボルトを通そうという目論見です。
で、普通のドリルまず見てもらうんですが、ホームセンターで買ってきたそのままのドリルなんですけど、見てお分かりいただける通り、傘の形というか、斜めになってますよね。えらいこれ鈍角ですね。すごいステンレス用みたいなドリルですけど、鈍角になっています。で、僕が手研ぎしたロウソクドリルというのがこちらです。一文字ドリルとかとも言ったりするんですかね。まっすぐになってるの分かりますかね。でこれによって、穴を開けることができるんですよ。なんでかっていうと、説明ちょっと難しいんですけど、斜めのところが先に当たっちゃうんですね。もうすでに穴が開いているので、ずれた穴にこう入れようとしても斜めの部分が先に当たるので、穴が開いてる方に滑って逃げてしまうんです。なんでただのこの穴に習っちゃうので、だるま穴、楕円穴にはできないんです。ですがロウソクドリルだと角から先に当たってくれるんで、ものすごいビビリ音とかしますよ。片側しか当たらないんですごい音しますけど、ザグリドリルみたいな感じで、穴を開けることができるドリル。こういうドリルに関する、使い方というか、詳しい話は、いずれやろうかなと思ってるんですけど、今回はこういうロウソクドリルを手研ぎして、楕円穴にしてなんとか修正ができたというお話です。このキャスターの取り付けなんですけど、普通にボルトナットで締め付けたらいいかと思ってたんですが、よくよく考えてみるとね、ボルトはね高さ的に入らないとして、ナットを頑張って入れれたらいけるかなって思ってたんですが、ちょっとしんどいと。で思い出しました。そういえばハンドリベッターとリベットナットを買ってたなと。でやってみたのがこちら。ちょっと分かりにくいんですけどね、これ中ナットになってまして、こういったリベットナットっていうのが入ってます。でこれをね入れて、このハンドリベッターで引いてあげると、変形してこのリベットナットがまたこの取れないナットができるっていう。よっ、よいしょ。で角パイプを角パイプの中に入れると。はい、この状態、今底付きしてます。で、かつこれにキャスターがついて少し上がるんですけど、その状態であそこの扉よりも若干低くなるはず。僕の計算が正しければ。で、これだとねちょっと低いので、上に上げたいときは持ち上げて、ここの穴にピンを刺して、だいたい 2m500 くらいまでいくはずです。条件が分かってきました。
この突っ切りほんまにいいっすわ。なんか鉄相手でもスーッて入っていくんで、変に力かかってないのか、なんか気持ちよく突っ切りできます。完璧。めちゃくちゃ頑丈。よし、クレーンつけます。ただクレーンをつける前に上に上げないといけないんで上げるんだけど、これどうやってピンを刺そう。いや、まだまだ。いや、ここのね50パイの角パイプ使ってるんですけど、これがねめちゃめちゃちょうどで助かった。はい、電動クレーン取り付けてワイヤーもシングルからダブルに変えてます。なんでもうこの時点で600キロ持ち上げることができるそうです。ほんまかな、ちょっと怪しいですけど、とりあえず動かしてみます。はい、問題なさそうですね。今ちょっと森が何もないんでずれた位置にフックが来ちゃってますけど、実際なんか持つときはこんな感じで、ちゃんとクレーンの中心に来るんで、問題ないかなと思います。はい、ここのねストッパーもちゃんと効いてて、なんか巻き込んだりしないようになってるんで、なんかええやん。僕の体重が今70キロぐらいです。いきます。おお、余裕っすね。はい、というわけで今回は600キロまで持ち上げることができる電動ガントリークレーンを作ってみました。これがあればバイクや機械はもちろんなんですけど、もうこの工房にあるもの全部釣り上げることができるはずです。で、この卓上旋盤とかも100キロぐらいですし、ボール板なんか150キロぐらいなんで、これもね余裕でひょひょいと移動させることができると。で、あと幅的にこのプラズマ切断機よりも大きい幅で作ってるんで、これも釣り上げることができます。一応これキャスターついてますよね。
という感じでいろいろクレーンがね欲しいなと思ってたんで作ってみました。今回のこの設計したデータも公開販売しようと思ってるんで、気になった方、自己責任で、作ってみてください。というわけで今回の動画面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram いろいろ、Twitter じゃない X、Instagram いろいろやってますので、そちらを見てください。ご視聴ありがとうございました。